皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、今まで取り扱ってきた食糧危機とはまた違った視点での情報をシェアしたいと思います。そもそもこの動画を作ろうと思ったきっかけというのは、何気なく他の YouTube 動画を見ていた時に、寿司チェーンの寿司三昧の名物社長、木村さんが出ていまして、今現在日本の海産物の危機について話をしていたのを聞いたからです。皆さんの記憶にも残っているかもしれませんが、2020年のマグロの初競りで史上最高の3億3360万円で木村社長が落札したニュースがありました。少し以前に遡ると2018年に香港資本の板前寿司と最後まで落札価格を競い合っていました。結果はご存知の通り寿司三昧の木村社長が史上最高値をつけて落札したわけですが、実は私たちが普通に食べている魚やエビ、カニなどは輸入に頼っているところが多く、最近では仕入れの際外国資本の企業に競り負ける、買い負けるという現象が起きていて購入できないというパターンが生じ始めているということなのです。今回の食糧危機というのは直接餓死するなどということではないかもしれませんが、我々の食生活に大きく関わることだけに視聴者様の皆さんにも情報をシェアしなければならないと考えました。この動画を最後まで見ると日本の食卓では当たり前であったものがどんどん当たり前ではなくなってくる可能性があることを知ることになります。そしてそうならないためには私たちにできることは何かが理解できると思います。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、キロあたり120万円のマグロとはどんな味なのか、一般人にはマグロを食べられない日がやってきてしまうのかと、刺身やお寿司大好きな私としては少々危機感が募ってしまいます。そもそも買い負けるとはどんなことを言うのでしょうか。魚市場では競りやオークションと同じで、売る側は高く買ってくれる人、企業に売ります。買いたいものが購入するために値段をつけ合い戦います。その結果、買おうとしても買えずに負けてしまうことを買い負けと言っています。相場に合った値段が出せない場合はもちろん、高い値段を提示できても手間がかかって面倒な場合などで売ってもらえなかったり、作ってもらえなかったりします。これはどういうことなのかは後ほど説明しますが、簡単に言えば値段や品質面で条件が合わないと売る方は売らないし、買いたくても買えないということなのです。誰しも自分のものを高く、確実に、楽に売りたいので、少しでも条件がいい仕事が優先されるシビアな世界でもあります。これは自由経済ですから、需要と供給の関係が絶妙に影響してきます。つまり、良いものは相場に合った値段を提示しないと買えないし、ライバルよりも良い条件を出さないと売ってもらえないという当たり前のことになるのです。この当たり前のことの結果、庶民は今まで当たり前に食べていた刺身、寿司が食べられなくなるという可能性が出てくるというのです。前の動画では、牛肉が食べられなくなる日がやってくるというテーマで動画を作りましたが、刺身や寿司にもその可能性が出てきたとなるとかなり悲しい出来事だと思いませんでしょうか。今回の動画ではそんな状況を皆さんに知っていただこうと思います。今回取り上げる日本でおなじみの海産物は、1、ズワイガニ、2、エビ、3、ウニということで見ていきましょう。最初はカニからです。カニといってもその種類は様々なのですが、2005年頃のカニの輸入高は10万トンあったといいます。ところが2020年頃になると5分の1にまで下がり2万トンほどにまで落ち込んでいます。値段的にも大きな変化が起きていまして、2005年頃にはタラバガニのキロあたりの金額は900円だったものが、2020年には4000円以上となっています。ズワイガニも似たような傾向でキロあたり700円から2000円以上にもなっています。実に3倍以上となっているのです。そうなってくると高価なカニを買うことができる人は経済的に余裕がある人ということになりますから、輸入量が減るということも理解できますよね。そういえば私なども最後にカニを食べたのいつだったかなんて考え込んでしまいました。スーパーにカニが並んでいても値段を見て購入する気にならなかったです。続けてエビについてですが、日本で食べられているエビの消費量のうち輸入に頼っているのはどのくらいか知っていますでしょうか。なんと 95% が海外からの輸入です。おせち料理でもおなじみの食材だし、私の大好きなエビフライなどに代表されるように日本食には欠かせない食材の一つです。そのエビはもし輸入が止まったら食べられなくなる食材なのです。刺身用に使われているのはアルゼンチン赤エビです。知らなかったのですが輸入品だったのですね。他には
日本人が大好きなピラフやチャーハン、これにもエビは入っています。冷凍食品を見てもシーフードミックス、お好み焼きにも入っていますよね。このエビには殻がありますが、輸入の際には外国で剥いてエビフライ用として加工されています。これは日本で加工するよりも人件費が安いので、当然コストダウンのために現地で加工され日本に輸入されています。ちなみに日本国内で取れるエビの量は2017年の実績で約17,500トンあり、内訳は天然エビ約16,100トン、養殖エビ約1,400トンです。それに対して海外から輸入されるエビは同年約22万トンで、国内漁獲量の10倍を超え、私たちが食べているエビはほとんど輸入エビに頼っていると言えます。そんな中、2022年3月の前年同月比でエビの輸入高が約 12% 弱減ったという報告がありましたが、消費量が落ちたのかというとそんなことはなく買い負けしているというのです。その背景には前述した通り、日本に輸入する際はエビの殻を取って粉をつけ、あとは日本で揚げるだけの状態にして輸出するのですが、中国のように頭や殻がついたままの方が加工済みのエビよりも価値が高いとされている国が現れたらどうなるでしょうか。そうです、売り手はそちらの方に売るに決まっています。加工しなくてよければ工場を作る必要もないし、冷凍倉庫さえあれば事足ります。水揚げしたもしくは養殖されたエビの加工をするコストが不要となり、手間がかからないとなると出荷量も増える。さらに買取価格も日本より高いというわけですから、そうなると日本に売る理由がないと思いませんでしょうか。こんなことが起きているのです。そしてウニです。ウニも似たような状況になっているのですが、カニやエビと違うのは海外からの注文が入るというところです。海外からの需要に引っ張られて、最近ではちょっと前の倍の値段になってしまいました。誰もが高く買ってくれるところに売りますので、日本で取れるけれど日本では食べることができないという状況も起きうるのです。こういったことはあらゆる海産物で起きています。スルメ、イワシ、アジ、サンマも似たようなものでしょう。つまり生の魚を食べるという食文化は日本だけでなく他の文化圏にもあるのでしょうが、ここ最近寿司の流行でも見られるように制御の美味しさがバレてしまったという感じだと思います。海外の需要が増えたのがその証拠でしょう。なぜこんなことになってしまったのでしょうか。これは円ドル為替の変化も影響していると思いますが、最近特に高くなったと感じるものにイカがあります。10年前は1トンあたり500ドルでしたが、2022年は3000ドルまで上がり、単純に6倍です。しかもドル円相場が2012年の76円から2022年の115円まで上がったので、実に 1.5 倍になりましたね。合わせて考えると9倍ですから、すごいインフレが起きているのです。わかりやすく円換算して見てみると、2012年2月はドル76円で500ドルでしたので38,000円。10年後の2022年2月はドル115円で3000ドルでしたので、なんと34万5,000円。2022年6月には135円まで上がったわけですから、40万5,000円となります。なんと10倍ほど高くなっていますが、改めて調べてみると驚くばかりですね。世界に目を向けるとそれだけ海産物の需要が高まっているということ、そして何よりここが一番影響があるのかもしれませんが、日本においては1991年のバブル崩壊後30年以上経っていますが、庶民の給料が上がっていないのです。先進諸国の中では日本だけです。このグラフを見ると唖然としますよね。1997年を100として見たグラフとなりますが、ずっと右肩下がりです。世界の相場が上がっているのに日本国民の実質賃金が下がっているわけですから、当然国内消費が落ちますよね。そうなれば輸入量が減るし、しかも生産国からすれば手間がかかって少量発注の日本に売るよりも、手間いらずで大量に買ってくれる中国に売った方が儲かるという構図になってしまっているということです。こうした動きによって日本の商社である三菱商事、丸紅商事なども水産事業の撤退や部門縮小の動きになっているそうです。品質を求める一方で価格に転嫁しない安い国日本の弊害が出ているということでしょう。これもバブル崩壊後30年以上も経済成長していないというところにつながっているので難しい問題です。間違いないことは世界市場は日本という市場を相手にしなくなってきているということです。つまり買い負けし続けているということです。なぜ日本の実質賃金が上がるどころか下がっているのかという問題は本当に難しいところですが、私に言わせてもらえば日本人が働いたお金が日本国内で循環していないからだと思います。このことに関しては前の動画でも触れましたが、
日本人は大手外資系企業が提供するお得キャンペーンやポイントバック、キャッシュバックという目先の利益で踊らされすぎです。結果、そういう資本力がある大手企業の広告に地元のお店や中小企業が負けてしまい、どんどん廃業、倒産に追い込まれているということになっています。実質賃金が上がっていない以上、節約するのは当たり前だし、本当に難しいところですよね。こういう現象のことを合成の誤謬と言います。どういうことかというと、一人一人は良いことをしているのに、全体的に見ると良くない方向に向かっているということです。つまり、一人一人は節約し、なるべく安いお買い物をして家計を助けることをしますよね。これは悪いことではありませんが、社会全体で見ると景気がどんどん悪くなっていくということです。どうしたらこのような日本弱体化を止め、再び強い日本を取り戻せる方法はあります。それには、一人一人がこういった経済学という難しいことは不要で、当たり前のことをすれば良いだけです。詳細は以前配信した動画を見ていただきたいのですが、地元の企業、地元の個人店舗などをどんどん利用し、経済というのは持ちつ持たれつ、お互い様であるということを理解して、サービスを提供していただけること、大変な苦労をかけて物を作っていただいていることに感謝することだと思います。売る側も暴利を貪るのではなく、適正価格で提供し、買う側は無理なコストダウンを要求することをしなければ改善されると思います。少なくとも今の延長線上には、日本国民総貧民にしかならないと思います。いかがだったでしょうか。今回取り上げた食糧危機の内容は、食べるものがなくなって飢えに直面するということではありませんが、間違いなく私たちが今まで普通に食べることができていたものが食べられなくなっていく流れになっていることは間違いありません。残念ながら経済的に裕福な家庭では食べることができますが、そうでない家庭では年に数回程度ということになっていくと思います。経済大国と言われた日本はどこに行ってしまったのでしょうか。本当に残念すぎますよね。そしてこの動きは加速する方向に向かっていきます。円相場は円高に向かうことも予想されていますが、それは経済的には決して手放しでは喜べない状況でもあり、エネルギー問題を考えると暗雲が立ち込めます。燃料が輸入できなくなると漁に出かけるどころではありませんからね。あらゆる面で日本は食糧危機に瀕しているということを今回の動画ではお伝えしたかったし、何も考えていないと大変なことに追い込まれていくので、今後も視聴者の皆様には有益な情報をお届けしていこうと考えています。また今回の内容を踏まえ、視聴者様がお持ちの情報などがありましたら、ぜひコメント欄にてシェアしていただけると助かります。問題意識の共有が広がると良い方向に行くという科学的根拠もあるそうです。私は日本人のポテンシャルなら必ず難局でも乗り越えられると信じています。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。